ですね、もう一方、ジンコさんの方にも聞いてみたいと思うんですけど、うん。オープンコンタクトの最初の印象、あ、間違感想った。はいかがでしょうか？そうですね。私の場合は、あの、あれ、なんでっていうのが正直なところで、そのなんでっていうのが、なんかこれまでは、ね、アセンションっていう自分の内側とつながるっていうこちょっと、とを、ジンコさん、今日、声が大丈夫ですか？ちょっとドラえもんっぽい感じがしますけど。そうですね。ちょっと、それに合わせてドラえもんになってみましたみたいな感じですけど。はい、ちょっとね、はい。声がおかしいですけど、気にしない僕、ドでください。ラえもんって感じですかね。はい。気にしないでください。はい。気にしないでください。はい。何でしたっけ忘れましたけど。はい。ね、なんか、自分の内側とつながる、ね、ハイヤーセルフとかつながるっていうことを、ね、こう、アカデミーで学んできて、なんか、いきなりね、なんか宇宙人っていう、なんか、違う存在と、違う存在とつながるのかっていうので、へーっていう、ポッカーンって、どういうことなんだろうっていうのが、まあ、一番感じた印象です。はい。以上です。はい、ありがとうございます。はい。そうですね。えまあ、いろいろな方がね、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、ジンコさんはですね、まあ、職業柄というのもあって、まあ、ヒーリングサロンで、まあ、ハートっていうことに、まあ、結構、もともと意識が向いていて、まあ、内なる意識が大事だよねっていうところがね、まあ、もともとあってっていうことだと思います。なので、今の話が何かっていうと、まあ、ジンコさんの話を要約すると、内なる意識を、まあ、豊かにするとか、幸せ愛に満たすとかいうことがまあ大事だと思ってたんだけど、でオープンコンタクトっていうふうに聞いたときに、その外の何かと、まあ、交流するとか、コンタクトするとか、なんでいるんだっていうですね。そのうん内なる意識と外からの何か、っていうのが、まあ、ちょっとバラバラに捉えた。で、まあ、それでまあ混乱したっていう、まあ、ことでもあると思うんですね。で、これもオープンコンタクトのすごく大事なところになるんですけれども、この、まあ、内なる意識とか、まあ、外なるっていう時に、そこに本当は境界はないっていう、まあ、ことなんですよね。でもちろん外なる存在っていうのはいるわけですよね。確かに澤さんとか仁子さんっていうのは外にいるんですけれども、そのある意味ではこの外なる世界っていうのはまあ象徴でもありますし、で、まあこれを言ってるとまあちょっと抽象的でもあると思うので、ちょっとですね、具体的なお話をこうしてみたいかなというふうにまあ思います。確かにオープンコンタクトの一つの定義っていうのは地球規模っていうことなんで、地球規模でまあコンタクトするっていうことなので、そういう意味では、今回が、こう、初めてで、地球規模で、まあ、コンタクトして、なおかつ、まあ、公にですね、一部の人が知ってるとかじゃなくて、公になる。うんその意味で、まあ、確かに、まあ、初めてですよね。でなおかつ、その物理レベルまで、まあ、反映されるっていう、宇宙意識がですね、宇宙存在がですね、それもまあ初めてなんですけれども、これいきなりボンと起こるっていうわけじゃないんですっていうことをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、例えばですね、インターネットの、話があるんですけれども、このインターネットがこう生まれた時っていう、その原点の時っていうのは、非常にですね、
このオープンコンタクトに至る、ある意味では流れを物語っているなと思うんですけれども、その、大体ですね、インターネットが、あ、定着っていうか、我々が使うようになったのは、いつぐらいですかね。澤さん、いつぐらいだと思いますか？普通に使うようになった。普通に使うようになったの、20年ぐらい前ですかね。はいはいはい。20年ぐらい前って言ったら、まあ2000年代、ですかね。まあでももうちょっと前ぐらいからですね。まあ1990年代ぐらいから、まあ要するに Windows 90いくつとか、っていうのが始まった時代が、インターネットが普及し始めた、まあ時代だと思うんですよね。だからまあ、小さい頃多分、インターネットがまあ、それはね、人によりますけれども、なかったと。えーね、小さい頃からあった方もですね、世代によってはあると思いますけれども、まあ、それはさておきですね。はい。でも大体まあ1990年ぐらいでですね。でも、実際にはこのインターネットの、まあ、元になる案の一つが出たのは1960年代だったんですね。うん。これ、リック・ライダーっていう人が、出した案なんですけれども、だからね、30年ぐらいタイムラグがあった。で、その時、つまりコンピューターっていうのはあったんだけれども、それは普通は電卓みたいなものだと思っていいですね。電卓の一種みたいな感じで、捉えられてたので、つながって、通信するとか、まあ、その技術がどうだとか、いうことは全くですね、まあ、発想になくて、から、その当時ですね、リック・ライダーがですね、提案したのが、銀河系コンピュータネットワークっていう名前だったんですね。って言って、なんで銀河系なのって、こう銀河系って名前がついてるんです。こう不思議だなと思うんですけれども、それがこの銀河系コンピューターネットワークっていうのが、この今のこれインターネット技術の一番最初の元ネタ、オリジナルコンセプトなんですね。まあ彼は例えで銀河系って言ったんですけれども、なんか今思うところ銀河系コンピューターネットワークってすごい名前だなっていう感じで、そう思って、彼は始めたんですけれども、それはですね、まあ、一般の人ももちろんそんなことは知らなかったと思うし、その科学者の中でも超最先端みたいな話。で、科学者の中でも、いや、そんな夢物語のこと無理だろうと。何言ってんだみたいな感じだったんですね。それがその30年間なんですよ。みたいな。何言ってんだみたいな。そんな、ね、ちょっといろんな、こう、パケット通信みたいな、いろんな技術の発想とかもあるんですけれども、無理でしょ。何言ってんだよ。みたいな感じで、それで、本当は60年代にもしですね、人類の意識が追いついていたら、もっと早く始まってたかもしれないんですよね。だから、その、そのリックライダーの、それはですね、単に科学の話じゃないんですよね。彼はこう、心理学者でもあったんですけど、あのね、コンピューターと、快適に向き合いたいっていう、意識があったっていう、ちょっとね、正確な表現忘れたんですけれども、要するになんかこう、なんて、無機的にこう向き合うんじゃなくて、だから今のですね、こう、AI とのあるべき関係みたいな、本当に、コンピューターと、ライブで向き合って、で、人々とつながりたいっていうですね。そういう、発想がこう、ある人だったんですけど、その当時だから電卓みたいなものなんで、だから今だったらこの AI とかいうのが、ちょっとなんか無機的な機械だけじゃなくて、こうなんかライブで接してる感じみたいな。今だからこれ多分わかると思うんですけれども、そういうコンピューターとこう快適な関係を築くみたいな
ことうん。を、その1960年代、何言ってる、何を言ってんだ、それ電卓じゃないのかと、機械じゃないのかみたいな、そういう感覚なんですよね。だから、その発想があっても、みんなの方に受け入れる器がないと、それは生まれないんですね。それが30年。だから1960年代だったらインターネットで、何それ、それは夢物語だよねって。確かに、夢なんだけど、だから夢は叶うはずがないって。でも今だったら、まあそうだよねっていうですね。でもそれは、そういうふうに今思えるように、なったからなんですよね。うん。だから、こういうのも、その、ある意味では、この宇宙意識との、コンタクトの始まりだっていうことですよね。そういう形で、メッセージとして、降りてくるみたいな感じなので、それは目に見えない形で始まってますけれども、そういうふうにですね、意識がどんどん拡大して、つながってっていうですね、方向に、向かっているっていうことかなと思います。だから、単に外の話ではないよということだし、この受け入れる側の意識で、それが遅くなるのか、すぐに実現するかも、変わってくるんだよねって、そういう話でした。はい。はい。っていう感じで、なんか、純子さん、コメントございますでしょうか？うん。すごくね、人の意識にすごく全てが関わってるんだなっていうのが、うん。本当に、なんか本当に全てがその私たちの意識次第で、ね、いろんなものがね、宇宙とコンタクトって言っていいのかわかんないですけど、引き寄せというか、つながって、表に現れてるんだなというのを、なんか、はい、非常に、はい、感じました。はい、以上です。はい。ありがとうございます。そうですね。今の話にも、関係があると思うんですけれども、この宇宙とは何かっていうのは、そして宇宙意識とは何かっていうのは、鏡っていうね、言い方もできると思うんですね。で、これは別に宇宙っていう地球の外に限った話ではないと思います。世界というのは、この鏡であるっていうですね、ことなんですよね。ですから、我々が感じていることが、現れる。目に見える現象としても、現れていくっていう、法則があるっていう、ことだと思います。はい。はい。ということでですね、今日のコラボもすごくワクワクだったんですけれども、オープンコンタクトとはドリームカムトゥルーであるっていうですね、非常にワクワクの真実があると思いますし、なのでですね、それドラえもんとかがわかりやすいと思いますし、でもそれは、叶えてもらうのではなくて、自分自身の意識っていうのを開いていくと、それが返ってくる。鏡として現れるっていうことでもあるのかなと思います。そういう意味ではですね、青函同盟の、ライオカ先生がよく言っているセリフというのがあるんですね。スター・トレックがね、というドラマね、ご存知の方は、最初のオープニングムービーのところで、宇宙、それは最後のフロンティアっていうですね、テロップが流れるのがありますよね。で、人類のなんたらかんたらの冒険であるっていうですね。で、ラヨカ先生はですね、そこをもじってですね、意識
それが最後のフロンティアってですね、よく言ってるんですね。なんかすごい深いなってね。そっか、意識こそが皆さんの最後のフロンティアなんですってですね。あ、そう言われればそうかもしれないなってですね。意識が最後のフロンティアですってですね。そこにですね、すごくシンプルなんですけど、深い秘密が入っていると思いますし、そこから本当にワクワク、っていうものを選んでいくとですね、その未知なるものがワクワクにこなっていくんですよね。我々というのは現実を作っていくことができますので、現実を作っていくことができないと思うと、未知のものが、あら、どうしよう、どうしよう、どっちよ、みたいなですね、ふうに、なるんですけれども、本当にですね、もう一つですね、ライオカ先生がよくおっしゃっているのは、皆さんはドリーマーですって。夢を見ているんですってですね。このドリームカムトゥルーの話ともすごく関係しているんですけれども、夢を見てるっていうのは例え話のようで例え話じゃないんですよね。ですから、ライオカ先生がよく言っているのは、この問いかけを毎日一回してみてくださいっていうことを言っているんですけれども、それがですね、もし今自分が体験していることが夢なのだとしたら、私はどう行動するだろうか。もし今自分が見ているこの世界が夢なのだとしたら、私はどう行動するだろうかですね。例えばこの問いをやってみるっていうことが、この最後のフロンティアである意識を開拓していくっていうですね、ことそのものなのかなということを感じましたので、ぜひですね、これからもこのワクワク全開でですね、皆さんと共にこのオープンコンタクトというのをコラボレーションですね、共に作っていけたらなと思います。はい、ということでですね、今日は、ジンコさんも澤さんも素晴らしいコラボレーションありがとうございました。ありがとうございましありがとうございました。た。